はい、こんにちは。合気道エフラットです。初めから噛んじゃいました。すみません。先生もちょっとツボに入っちゃいましたけど、今日から3級ということで、3級技に入っています。先生、3級からなんか数がぼっとやっぱ増えてきますよね。そうですね、急にね、本当に増えちゃいますからね。はい、そうですね。動画の数も多くなると思いますけれども、よろしくお願いします。それでは今日のテーマはこちらです。はい、座り技正面打ち一挙ですね。はい。これ3級から座り技が出てくるんですけれども、座り技の合気道の特徴的なものでしょうか。だと思いますですね。いわゆる現代武道と言われている、明治以降にできた武道の中で座り技をやるっていうのは、合気道だけとは言えない合気道の特徴だと思いますね。空手の諸生流なんかでも座り技があるのはあるとは思うんですけども、メインっていうか大きいウェイトを占めているのは合気道がそうですね、特徴だと思いますね。はい、その辺も、ながらぜひ参考にしていただきたいと思います。それでは見本動画の方からよろしくお願いします。どうぞ。座儀ですね、座り技正面打ち一挙を持って、特にお願いしたいっていうか、私が意識しているのは、打ってこられるに対して一挙道ですね。1、2、3、どんなに早くやっても1、2、3は1、2、3になるので、これは挙動作で、あとはここですね。今あまり言わなくなったんですけど、一時期はその間合い、円中金の間合いで立てる足を変えましょうって言ってたこともあるんですけども、円はお互い遠い間合いから執行で近づいてきてやりますので、ちょっとひとまず置くとして、暗黙の了解、あくまで暗黙の了解として一足一刀の間合いで相手は打ってきますですね。最近間合いを無視してこう足立てる方多いみたいなんですけど、うちの会ではちょっと増えたなと思ってるんですけど、これこうやっちゃったらそのままこれでアウトですのでですね、この距離でむしろ膝を立てても打ち込めないですから、通常はこの一足一刀の間合いから相手を制しながら打ち込んでくるわけですね。でこの場合に打ってこられるのに合わせて抑えます。で、これより近い場合、ちょっとこれも危ないから最近はやらなくなったんですけど、これより近い場合は正面打ちとは言っても、もう実は喉の突きに変えてやってました。ここでさすがにこの距離で振りかぶるのはおかしいだろう、隙だらけになりすぎるということで、喉の突きに来てました。その場合は外から動かないと足を立てる空間がないので、外からですよっていうことで、一時期間合いに応じて内側から入るか外側に開くかっていうのをやってたこともあるんですけども、最近はあまりそこまで言わなくはなってるんですけども、くどいですけども、受けてからよっこいしょで相手が強かったらすでに立てませんし、ここで立つためには別の技術が必要になってくるので、まずは、古い一箇条と言われてたようなオリジナルに近い状態、振りかぶりに合わせて相手を制しておけるという状態、これをちょっと特に稽古していただいたらいいかなと個人的には思ってます。あとはその執行がどのぐらいちゃんとできているかという、立ってください。執行の問題ですね。あとは蹴るようにですね、動けるというもう執行の訓練次第かなと思います。
今日は、座り技正面打ち一挙をやっています。初めての座り技ということで。加賀さん、座り技は得意ですか？いや、得意じゃないです。苦手ですね。苦手です。むしろ苦手です。淡白なコメントで。ですね。でまあ座り技はずっとこう出てくるというか課題としても出てきますし、そうですね。はい。そもそも執行稽古しておかないといけないっていうのがあります。そうですね。だから審査に関して言えば、座り技座儀の一挙を表裏見せていただければ、その人がどのぐらい執行をしてるかっていう、もう表裏で見れば分かるんですね。もちろん審査としてはその後2挙も3挙も4挙も続きますけども、執行そのものはもう1挙を見せていただければ、どのくらいされてるなっていうのはそうですね。分かるかと思います。はい。稽古量がもろに反映される技かと思いますので、皆さんしっかり稽古していただければと思います。はい、ということで、今回もご視聴ありがとうございました。この動画が役に立った、という方は、いいねボタン、それから、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ご視聴の方ありがとうございました。